モノグラム。江戸川乱歩。私が私の勤めていたある工場の老主へ、と言ってもまだ50歳には間のある男なのですが、なんとなく老人みたいな感じがするのです。栗原さんと心安くなって間もなく、おそらくこれは栗原さんのとっておきの話の種で、彼は誰にでもそうした打ち明け話をしても差し支えのない間柄になると、待ちかねたようにそれを持ち出すのでありましょうが、私もある晩のこと、守衛室のストーブを囲んで、その栗原さんの妙な経験談を聞かされたのです。栗原さんは話し上手な上になかなか小説家でもあるらしく、この小話めいた経験談にもどうやら作為の跡が見えぬではありませんが、それならそれとしてやっぱり捨てがたい味があり、そうした種類の打ち明け話としては、私は未だに忘れることのできないものの一つなのです。栗原さんの話っぷりを真似て、次にそれを書いてみることにいたしましょうか。いやはや、落とし話みたいなお話なんですよ。でも先にそれを言ってしまっちゃ、お慰みが薄い。まあ、当たり前の、おのろけのつもりで聞いてくださいよ。私が40の声を聞いて間もなく、4、5年後のことなんです。いつもお話しする通り、私はこれで相当の教育は受けながら、妙に物事に飽きっぽいたちだものですから、何かの職業についても、大抵1年とは持たない。次から次と商売替えをして、とうとうこんなものに落ちぶれてしまったわけなんですが、その時もやっぱり一つの職業をよして、次の職業をめっける間の、つまり失業時代だったのですね。ご承知のこの年になって子供はなし。ヒステリーの家内と狭いうちに差し向かいじゃやりきれませんや。私はよく浅草公園へ出かけて、所在のない時間を潰したものです。いますね、あそこには。公園といってもロックの見せ物小屋の方でなく、池から南の林になった共同ベンチのたくさん並んでいる方ですよ。あの風雨にさらされて、ペンキが剥げ、白っぽくなったベンチに、または捨て石や木の株などに、ちょうどそれらにふさわしく、浮世の雨風に攻め苛まれて、気の抜けたような連中が隙間もなく、こう、思案に暮れたという格好で腰をかけていますね。自分もその一人としてあの光景を見ていますと、あなた方にはお分かりにならないでしょうが、まあ、なんとも言えない物悲しい気持ちになるものですよ。ある日のこと、私はそれらのベンチの一つに腰を下ろして、いつもの通りぼんやり物思いにふけっていました。ちょうど春なんです。桜はもう過ぎていましたが、池を越して向こうの活動小屋の方は大変な人手で、銅という物音、楽隊、それに混じって、おもちゃの風船玉の笛の音だとか、アイスクリーム屋の呼び声だとかが甲高く響いてくるのです。それに引き換えて、私たちのいる林の中はまるで別世界のように静かで、おそらく活動を見るお金さえ持ち合わせていないみすぼらしい風体の人々が、飢えたような物憂い目を見合わせ、いつまでもいつまでもじーっと一つところに腰を下ろしている。こんな風にして罪悪というものが発行するのではないかと思われるばかり、実に陰気で物悲しい光景なのです。そこは林の中の丸くなった空き地で、私たちの腰掛けている前を私たちと無関係な幸福そうな人々が絶えず通り抜けています。それが着飾った女なんかだと、それでもベンチの落語者どもの顔が一斉にその方を見たりなんかするのですね。そうした人通りがちょっと途絶えて、空き地が空っぽになっていた時でした。ですから自然、私も注意したわけでしょうが、一方の隅のアーク島の鉄柱のところへ、ひょっこり一人の人物が現れたのです。
30前後の若者でしたが、風体はさしてみすぼらしいというのではないのに、どことなく寂しげな、少なくとも顔つきだけは決して行楽の人ではなく、私とも落語者のお仲間らしく見えるのです。彼はベンチの空いたところでも探すようにしばらくそこに立ち止まっていましたが、どこを見てもいっぱいな上に、彼の風采に比べては段違いに汚らしく小荒らしい連中ばかりなので、おそらく辟易したのでしょう。諦めて立ち去りそうにしたとき、ふと彼の視線と私の視線とがぶつかりました。すると彼は、やっと安心したように、私の隣のわずかばかりのベンチの空き間をめがけて近づいてくるのです。そうした連中の中では、私の風采は古ぼけた名線かなんか着ていて、おかしな言い方ですが、いくらか立ち勝って見えたでしょうし、決して他の人たちのように見学ではなかったのですから、それが彼を安心させたと見えます。それとも、これは後になって思い当たったことですが、彼は最初から私の顔に気がついていたのかもしれません。いえ、そのわけはじきにお話ししますよ。どうも私の癖でお話が長くなっていけませんな。で、その男は私の隣へ腰をかけると、たもとから敷島の袋を出してタバコを吸い始めましたのですが、そうしているうちにだんだん変な予感みたいなものが私を襲ってくるのです。妙だなと思って気をつけてみると、男がタバコをふかしながら横の方からじろじろと私を眺めている。その眺め方が決して気まぐれではなく、なんとなく意味ありげなんですね。相手が病心らしいおとなしそうな男なので、気味が悪いよりは好奇心の方が勝ち、私はそれとなく彼の挙動に注意しながらじっとしていました。あの騒がしい浅草公園の真ん中にいて、いろんな物音は確かに聞こえているのですが、不思議にシーンとした感じで長い間そうしていました。相手の男が今にも何か言い出すかと待ち構える気持ちだったのです。すると、やっと男が口を切るのですね。どっかでお目にかかりましたね。で、おどおどした小さな声です。多少予期していたので、私は別に驚きはしませんでしたが、不思議と思い出せないのですよ。そんな男、まるで知らないのです。人違いでしょう。私は一向お目にかかったように思いませんが、って返事をすると、それでも相手はどうも不徳心な顔で、またしてもじろじろと私を眺め出すではありませんか。ひょっとしたら、こいつ何か企んでるんじゃないかと、さすがに気持ちがよくはありませんや。どこでお会いしましたって、もう一度尋ねたものです。さあ、それが私も思い出せないのですよ。男が言うのですね。おかしい。どうもおかしい。小首をかしげて、昨今のことではないのです。もうずっと前からちょくちょくお目にかかっているように思うのですが、本当にご記憶ありませんか？そう言って、かえって私を疑うように、そうかと思うと、変に懐かしそうな様子でニコニコしながら私の顔を見るじゃありませんか。人違いですよ。あなたのご存知の方は何とおっしゃるのです？お名前は？って聞きますと、それが変なんです。私も最前から一生懸命思い出そうとしているのですが、どういうわけか出てきません。でも、お名前を忘れるような方じゃないと思うのですが。私は栗原一蔵って言います。私ですね。ああ、さようですか。私は
田中三郎っていうのです。これが男の名前なんです。私たちはそうして浅草公園の真ん中で名乗り合いをしたわけですが、妙なことに私の方はもちろん、相手の男もその名前にちっとも覚えがないというのです。バカバカしくなって、私たちは大声を上げて笑い出しました。するとですね、相手の男の、つまり田中三郎のその笑い顔が、ふと私の注意を引いたのです。おかしなことには、私までがなんだか彼に見覚えがあるような気がしだしたのです。しかも、それがごく親しい旧珍でも巡り合ったように、妙に懐かしい感じなんですね。そこで突然笑いをやめて、もう一度その田中と名乗る男の顔をつくづく眺めたわけですが、同時に田中の方でもぴったりと笑いを収め、やっぱり笑い事じゃないといった表情なんです。これが他の時だったら、それ以上話を進めないで別れてしまったことでしょうが、今いう失業時代で退屈で困っていた際ですし、時効はのんびりとした春なんです。それに、見たところ私よりも風体の整った若い男と話すことは悪い気持ちもしないものですから、まあ暇つぶしといった塩梅で、へんてこな会話を続けていきました。こういう具合にね。妙ですね。お話ししてるうちに、私もなんだかあなたを見たことがあるような気がしてきましたよ。これは私です。そうでしょう？やっぱりそうなんだ。しかも道で行き合ったというような、ちょっと顔を合わせたくらいのとこじゃありませんよ。確かに。そうかもしれませんね。あなた、お国はどちらです？三重県です。最近初めてこちらへ出てきまして、今勤め口を探しているようなわけです。してみると、彼もやっぱり一種の失業者なんですね。私は東京のものなんだが、で、ご上京なすったのはいつ頃なんです？まだ一月ばかりしか経ちません。その間にどっかでお会いしたのかもしれませんね。いえ、そんな昨日今日のことじゃないのですよ。確かに数年前からあなたのもっとお若い自分から知ってますよ。そう、私もそんな気がする。三重県と、私は一体旅行嫌いで、若い自分から東京を離れたことはほとんどないのですが、ことに三重県なんて上方だということを知っているくらいで、はっきり地理もわきまえない始末ですから、お国であったはずはなし。あなたも東京は初めてだと言いましたね。箱根からこっちは本当に初めてなんです。大阪で教育を受けて、これまであちらで働いていたものですから。大阪ですか。大阪なら行ったことがある。でも、もう10年も前になるけれど。それじゃあ、大阪でもありませんよ。私は7年前まで、つまり中学を出るまで国にいたのですから。こんな風にお話しすると、なんだかくどいようですけれど、その時はお互いになかなか緊張していて、何年から何年までどこにいて、何年の何月にはどこそこへ旅行したと、細かいことまで思い出し、比べ合ってみても、一つもそれがぶつからない。たまに同じ地方へ旅行しているかと思うと、まるで年代が違ったりするのです。さあ、そうなると、不思議でしようがないのですね。人違いではないかと言っても、相手はこんなによく似た人が2人いるとは考えられぬと主張しますし、それが一方だけならまだしも、私の方でも見覚えがあるような気がするのですから、一概に人違いと言い切るわけにもいきません。話せば話すほど、
相手が昔馴染みのように思え、それにもかかわらず、どこであったかはいよいよわからなくなる。あなたにはこんなご経験はありませんか？実際、へんてこな気持ちのものですよ。神秘的。そうです。なんだか神秘的な感じなんです。暇つぶしや退屈を紛らすためばかりでなく、そういうふうに疑問が前奏的に高まってくると、必要にどこまでも調べてみたくなるのが人情でしょうね。が、結局わからないのです。多少焦り気味で思い出そうとすればするほど頭が混乱して、二人が以前から知り合いであることはわかりすぎるほどわかっているではないか、なんて思われてきたりするのです。でもいくら話してみても要領を得ないので、私たちはまたまた笑い出すほかはないのでした。しかし、要領は得ないながらも、そうして話し込んでいるうちにお互いに好意を感じ、以前はいざ知らず、少なくともその場からは忘れがたい馴染みになってしまったわけです。それから田中のおごりで池のそばの喫茶店に入りお茶を飲みながら、そこでもしばらく私たちの機嫌を語り合った後、その日は何事もなく別れました。そして別れる時にはお互いの住所を知らせ、ちとお遊びにと言い交わすほどの間柄になっていたのです。それがこれっきりで済んでしまえば別段お話しするほどのことはないのですが、それから4、5日経って妙なことが分かったのです。田中と私とはやっぱりある種のつながりを持っていたことが分かったのです。はじめに言った私のおのろけというのはこれからなんですよ。栗原さんはここでちょっと笑ってみせるのです。田中の方では、これは当てのある就職運動に忙しいと見えて、一向訪ねてきませんでしたが、私は例によって時間つぶしに困っていたものですから、ある日、ふと思いついて、彼の泊まっている上野公園裏の下宿屋を訪問したのです。もう夕方で、彼はちょうど外出から帰ったところでしたが、私の顔を見ると、待っていたと言わぬばかりに、いきなり、わかりました、わかりました、と叫ぶのです。例のことね、すっかりわかりましたよ。昨べです。昨夜、床の中でね、はっと気がついたのです。どうもすみません。やっぱり私の思い違いでした。一度もお会いしたことはないのです。しかし、お会いはしていないけれど、まんざらご縁がなくはないのですよ。あなたはもしや、北川澄子という女をご存知じゃないでしょうか。やぶから棒の質問でちょっと驚きましたが、北川澄子という名を聞くと、遠い遠い昔の華やかな風がそよそよと吹いてくるような感じで、数日来の不思議な謎がいくらかは解けた気がしました。知っています。でも、ずいぶん古いことですよ。14、15年も前でしょうか。私の学生時代なんですから。というのは、いつかもお話ししました通り、私は学校にいた自分は、これでなかなか交際家でして、女の友達などもいくらかあったのですが、北川澄子というのはそのうちの一人で、特別に私の記憶に残っている女性なのです。バツバツ女学校に通っていましたがね、美しい人で、我々の仲間のカルタ会なんかでは、いつでも第一の人気者、というよりはクイーンですね。美人な代わりにはどことなく剣があり、こう、近寄りがたい感じの女でした。その女にね、栗原さんはちょっと言い渋って頭をかくのです。実は私は惚れていたのですよ。しかもそれが恥ずかしながら片思いというわけなんです。そして私が結婚したのは、やっぱり同じ女学校を出た、仲間では第二流の美人、いや、今じゃ美人どころか、手に負えないヒステリー患者ですが、当時はまあまあ10人並みだったご承知のお園なんです。
手頃なところで我慢しちまったわけですね。つまり、北川澄子という女は、私の昔の恋人であり、家内にとっては学校友達であったのです。しかしその澄子を、三重県人の田中がどうして知っていたか。またそれだからといって、なぜ私の顔を見覚えていたか、どうも腑に落ちないのですね。そこでだんだん聞き正してみますと、実に意外なことが分かってきました。田中が言うには、ちょうどその前の晩に、寝床の中ではっとあることを思い出したのだそうです。どういうわけで私を見覚えていたかについてですね。で、すっかり疑問が解けてしまったので、早速そのことを私に知らせようと思ったのだけれど、あいにくその日は、つまり私が彼を訪問した日ですね。就職のことで先約があったために、私のところへ来ることができなかったというのです。そんな断りを言った後で、田中は机の引き出しから一つの品物を取り出して、これをご存知じゃないでしょうか。というのです。見ると、それは生めかしい懐中鏡なんですね。だいぶ流行遅れの品ではありましたが、なかなか立派な若い女の持っていたらしいものでした。私が一向知らないと答えますと、でも、これだけはご存知でしょうね。田中はそう言って、なんだか意味ありげに私の顔を眺めながら、その二つ折りの懐中鏡を開き、塩ぜらしい切れ字にはめ込みになった鏡を器用に抜き出すと、その後ろに隠されていた一枚の写真を取り出して、私の前に突きつけたものです。それが驚いたことには、私自身の若い自分の写真だったではありませんか。この懐中鏡は、私の死んだ姉の形見です。その死んだ姉というのが、今言った北川澄子なのですよ。びっくりなさるのはごもっともですが、実はこういうわけなんです。そこで田中の説明を聞きますと、彼の姉の澄子は、ある事情のために小さい自分から東京の北川家に養女になっていて、そこからバツバツ女学校にも通わせてもらったのですが、彼女が女学校を卒業するかしないに、北川家に非常な不幸が起こり、やむを得ず郷里の実家に、つまり田中の家に引き取られて、それからしばらくすると、彼女は結婚もしないうちに病気が出て死んでしまったというのです。私も私の家内も、うかつにもそうした出来事を少しも知らないでいたのですね。実に意外な話でした。で、その澄子が残していった持ち物の中に一つの小さな手文庫があって、中には女らしく細々した品物がいっぱい入っていたそうですが、それを田中は姉の形見として大切に保存していたわけなんです。この写真に気がついたのは、姉が死んでから1年以上も経った自分でした。田中が言うのですね。こうして懐中鏡の裏に隠してあるのですから、ちょっとわかりません。その時は何でも暇に明かして手文庫の中の品物を検査していたのですが、この懐中鏡をひねくり回しているうちに、ひょっこり秘密を発見してしまったのです。で、昨夜寝床の中でその写真のことを思い出し、それですっかり疑問が解けたわけでした。なぜと言って、私はその後も折があるごとに、このあなたの写真を抜き出して、死んだ姉のことを思い浮かべていたのですから、あなたという人は、私にとっては忘れることのできない深いおなじみに相違ないのです。先日お会いした時にはそれをど忘れして、写真ではなく実物のあなたに見覚えがあるように思い違えたわけなのです。またあなたにしても。田中はニヤニヤ笑うのですね。写真までやった女の顔をお忘れになるはずはなく、その女の弟のことですから、
私に姉の面影があって、それをやっぱり以前にあったように誤解なすったのではありますまいか。聞いてみれば、田中の言う通りにそういないのです。しかし、それにしても腑に落ちないのは、写真はまあ、いろいろな人にやったことがあるのですから、澄子が持っていても不思議はありませんけれど、それを彼女が懐中鏡の裏に秘めていたという点です。なんだか彼女と私と立場が反対になったような気がしましてね。だって、片思いの私の方にこそ、そうした仕草をする理由はありましょうが、澄子が私の写真などを大切にしている道理がないのですからね。ところが田中にしてみますと、私と澄子との間に何か妙な関係があったものと独断してしまって、もっともそれは無理もありませんけれど、その関係を打開してくれと言って迫るのです。で、彼が言うのですね。姉の死因は無論、主として肉体的な病気のためにはそういないけれど、弟の自分が見るところでは他に何かあったのではないかと思う。というのは、例えば生前起こっていた縁談に、姉が強硬に不同意を唱えたことなどから考えると、誰か心に思い詰めている人があって、それが意のままにならない、というようなことが姉の死を早めたのではないか、とね。実際澄子は国へ帰ってから一種の憂鬱症にかかり、それの続きのようにして死病に取り憑かれたのだそうですから、田中の言うところももっともではあるのです。さあ、そうなるといい年をしていて、私の心臓はにわかに鼓動を早めるのですね。虫のいい考え方をすれば、片思いは私の方ばかりでなくて、澄子も同じように言い出しかねた恋を秘めて、恨めしい私たちの婚礼を眺めていたのだとも想像できるのですから、あの美しい澄子がそうして死んでいったとすれば、私はどうすればいいのでしょう。嬉しいのですね。なんだかこう、涙が喉のところへこみ上げてくるほど嬉しいのですね。でも一方では、こんなことが果たして本当だろうか、という心持ちもあるのです。澄子は私などに恋するには、あまりに美しく、あまりに気高い女性だったのですから。そこで、私と田中との間に妙な押し問答が始まったのですよ。私は大事を取るような気持ちで、そんなことがあるはずはない、と言えば、田中は、でも、この写真をどう解釈すればいいのだ、と詰め寄る。で、そうして言い合っているうちに、私はだんだん感傷的になっていって、ついには私の片思いを打ち明けて、そういうわけだから、澄子さんの方で私を思っていてくれたなんてことはありえないと、実はその反対をどれほどか希望しながら、まあ、強弁したわけなんです。ところが、懐中鏡をもてあそんでいた田中が、ふと何かに気がついた様子で、やっぱりそうだ、と叫ぶのですよ。それが大変なものを発見したのです。懐中鏡のサックは、さっきも言ったように塩瀬で作った二つ折りのもので、その表面の麻の発内かなんかの模様の間に、澄子の手っさびらしく、目立たぬ色糸で、英語の組み合わせ文字の刺繍がしてあったのですが、それが愛の字を S で包んだ形にできているのです。私は今までどうしてもこの組み合わせ文字の意味がわからなかったのです。田中が言うのですね。S はなるほど澄子の頭文字かもしれませんが、愛の方は実家の田中にも陽家の北側にも当てはまらないのですからね。ところが今ふと気がつくと、あなたは栗原一蔵とおっしゃるではありませんか。一蔵の頭字の愛でなくて何でしょう。写真といい、組み合わせ文字といい、これですっかり姉の思っていたことがわかりましたよ。重ね重ねの証拠品に、私は嬉しいのか悲しいのか、妙に目の内が熱くなってきました。そういえば、
十数年以前の北川澄子のいろいろな仕草が今となってはいちいち意味ありげに思い出されます。あの時あんなことを言ったのは、それでは私への謎であったのか、あの時こういう態度を示したのは、やっぱり心あってのことだったのかと、年がいもないと笑ってはいけません。次から次へ甘い思い出にふけるのでした。それから私たちはほとんど終日、田中は姉の思い出を、私は学生時代の昔話を、事実が遠い過去のことであるだけに少しも生々しいところはなく、また嫌味でもなく、ただ懐かしく語り合いました。そして別れるときに私は田中にねだってその懐中鏡と澄子の写真とをもらい受け、大切に内懐に抱きしめて家へ帰ったことでした。考えてみれば、実に不思議な因縁と言わねばなりません。偶然浅草公園の共同ベンチで出会った男が、昔の恋人の兄弟であって、しかもその男からまるで予期しなかったその人の心持ちを知るなんて、それも、私たちが以前に会っているのだったら、さして不思議でもないのですが、まるで見ず知らずの間柄で、双方相手の顔を覚えていたのですからね。そのことがあってから当分というものは、私は澄子のことばかり考えておりました。あの時私になぜもっと勇気がなかったかと、それも無論残念に思わぬではありませんが、何を言うにも年数の経ったことではあり、こちらの年が年ですから、そんな現実的な事柄よりは、単になんとなく嬉しくて、また悲しくて、家内の目を盗んでは、形見の懐中鏡と写真とを眺め暮らし、夢のように淡い思い出にふけるばかりでした。しかし、人間の心持ちはなんと妙なものではありませんか。そんな風に、私の思いは決して現実的なものではなかったのに、ヒステリー患者とは言いながら、これまでさして嫌にも思わなかった家内のお園が、際立って愛おしくなり、澄子が眠っている三重県の田舎町が、そこへ一度も行ったことがないだけに、不思議にも懐かしく思えるのですね。そしてしまいには、巡礼のようなつつましやかな旅をして、澄子のお墓参りがしてみたいとまで思うようになったものです。こんな風の言い方をしますと、今になっては体がねじれるほど嫌味な気がしますけれど、当時は子供のような純粋な心持ちで、本当にそれまで思い詰めたものなんです。田中から聞いた彼女の優しい戒名を刻んだ石碑の前に花を手向け、香を焚いて、そこで一言彼女に物が言ってみたい。そんな感傷的な空想さえ描くのでした。無論これは空想に過ぎないのです。たとえ実行しようとしたところで、当時の生活状態では旅費を工面する余裕さえなかったのですから。で、お話がこれでおしまいですと、いわば四十男のおとぎ話として、たとえおのろけとはいえ、ちょっと面白い思い出に相違ないのですが、ところが実はこの続きがあるのですよ。それを言うと非常な幻滅で、まるっきりたわいのない落とし話になってしまうので、私も先を話したくないのですけれど、でも事実は事実ですから、どうも仕方ありません。あんなことでうぬぼれてしまった私にとっては、いい見せしめかもしれないのですがね。私がそんな風にして、死んだ澄子の幻影を懐かしんでいるある日のことでした。ちょっとした手抜かりで、例の懐中鏡と澄子の写真と、私のヒステリーの家内に見つかってしまったわけなんです。それを知った時には困ったことになった。これでまた4、5日の間は激しい発作の重りをしなければなるまいと、私は一層覚悟を決めてしまったほどでした。ところが意外なことには、その2品を前にして、私の破れ机のところに座った家内は、一向ヒステリーを起こす様子がないのです。そればかりか、ニコニコしながらこんなことを言うではありませんか。まあ、北川さんの写真じゃありませんか。どうしてこんなものがあったの？それに、
珍しい懐中鏡。ずいぶん古いものですわね。私の氷から出てきたのですか？もうずっと前になくしてしまったとばかりに思っていましたのに。それを聞きますと、私はなんだか変だなとは思いましたが、まだよくわからないでぼんやりしてそこに突っ立っておりました。家内はさも懐かしそうに懐中鏡をもてあそびながら、私がこの組み合わせ餅の刺繍を置いたのは学校に通っている頃ですわ。あなた、これがわかって？そう言って30歳の家内が妙に色っぽくなるのですよ。一蔵の愛でしょ？園の S でしょ？まだあなたと一緒にならない前、お互いの心が変わらないおまじないにこれ縫ったのですわ。わかって？どうしたのでしょうね。学校の修学旅行で日光に行った時、途中で盗まれてしまったつもりでいたのに。というわけです。お分かりでしょう？つまりその懐中鏡は、私が甘くも信じきっていた隅子のではなくて、私のヒステリー女房のお園のものだったのです。園も隅も、頭字は同じ S で、とんだ思い違いをしたわけです。それにしても、お園の持ち物がどうして隅子のところにあったのか、そこがどうもよくわかりません。で、いろいろと家内に問いただしてみましたところ、結局こういうことが判明したのです。家内が言いますには、その修学旅行の折、懐中鏡は財布などと一緒に手提げの中へ入れて持っていたのを、途中の宿屋で誰かに盗まれてしまった。それがどうも同じ生徒仲間らしかったというのです。私も仕方なく、隅子の弟との開口のことを打ち明けたのですが、すると家内は、それじゃあ、これは隅子さんが盗んだのにそういない。あなたなんか知るまいけれど、隅子さんの手癖の悪いことは、宮中でも誰知らぬものもないほどだったから、じゃあ、きっとあの人だわ、というのです。この家内の言葉がデタラメや勘違いでなかった証拠には、その時にはもう抜き出して亡くなっていた鏡の裏の私の写真のことを覚えていました。それも家内が入れておいたものなんです。多分隅子は死ぬまで、この写真については知らずに過ぎたものに相違ありません。それを彼女の弟が気まぐれにもてあそんでいて偶然見つけ出し、とんだ勘違いをしたわけでしょう。つまり、私は二重の失望を味わわねばならなかったのです。第一に隅子が決して私などを思っていなかったこと、それから、もし家内の想像を誠とすれば、あれほど私が恋したっていた彼女が、見かけによらぬ泥棒娘であったこと。はっ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 は。どうもご退屈様。私のバカバカしい思い出話はこれでおしまいです。オチを言ってしまえば、この上もなくつまらないことですけれど、それがわかるまでには私もちょっと緊張したものですがね。